キングスーパードリル。エレナ、何をしているの？私の宮殿の庭を機械で掘り起こすなんて。うるさいな、口を挟まないでくれ。その通りです。エレナ様はあなたと格が違います。エレナ様は民主的な不正投票で市長に選ばれたお方なのですよ。何を言ってるのかさっぱりね。竜族の洞窟は竜族たちの土地よ。今すぐやめなさい。いつ序列が逆転して誰が主になるかわからない土地だからみんなで守るという論理かな。おかしな原始社会システムの論理を展開するのはやめろ。世界樹の根を調査するのに最も効率的なルートはこの位置を掘ること。妖精たちは世界樹の研究を許可してくれたんだ。どこを掘ろうが私の勝手だろ。今やっていることは完璧に合法だ。おとなしく去らないと言うなら仕方がないわ。私は竜族の領域を守るだけ。うわあ、なんてめちゃくちゃな奴らだ。エレナ様、コアドリルマシン E4500 が故障しました。正当な開墾ビジネスを邪魔するとは。竜族の土地を掘り返したいならここの主である私と話し合っていただくわ。地下にはあなたたちの手に負えない存在が眠っているの。無差別に掘り返したら何が起きるか分かりませんわ。なんて非協力的な先住民たちなんだ。エレナ様、思ったより反発が強いですね。いかがいたしましょう。エレナ様、まさか対策がないから長いため息で時間を稼いでいるのですか？このアメリア、エレナ様の失敗も許容できます。正直にお話しください。しっかりしてください、エレナ様。ゴミへの対処で失敗するのは今に始まったことではないでしょう。アメリア、ちょっと黙っててくれ。一体私を何だと思ってるんだい？こんなことで失敗したと思われたら大間違いだ。これは全ておとり作戦なのさ。プライムプランの裏には常にプラン B が実行されている。それはどういう意味ですか？わざと注目を集める場所で騒がしく工事をするのは本命の場所で静かに工事を行うためだ。竜族の前でこんなパフォーマンスを演じたんだ。本命の場所は誰にも気づかれていないはずだ。さすがエレナ様です。見事な知性に基づく卑怯な行動力。さーて、それじゃあ他の工事が完了するまでコーヒーの一杯でも飲もうかな。ピクニックバスケットにコーヒーミックスがあるのですぐにお入れします。さすがアメリアだな。うるさいですわね。これは何の音かしら。一体何が起きていますの？私の家が壊されていますわ。私に挑戦なさるとはなんて怖いもの知らずの竜族でしょう。今すぐおやめなさい。マスター管理者、音声認証失敗。中断命令、実行不可。この銀の竜族ビビに挑戦するのはどなたですの？正体を表しなさい。
こんにちは。私はコアドリルマシーン E4500 です。32番組み立て工場で生まれたばかりの出来たてほやほやの採掘機です。皆様の家を心と共に粉砕するのが私の使命なのです。まったく、何をおっしゃっていますの？どうしようもないモグラさんですわね。仕方がありませんわ。尊い銀の剣能で。きれいさっぱり片付けて差し上げ。エラー。不純物過多のため機能が停止しました。修理センターにて返品してください。最寄り駅をご案内します。モナティアムモノレール37乗り換え駅、エレナデジタルコンプレックス駅です。面倒な方はタクシーにご乗車し EDC までお願いしますとお伝えいただければ早く行けます。上位序列者への挑戦状ですの。その気概は気に入りましてよ。それにしても眠っている間に何があったのでしょう。私の竜の巣に巨大なモグラさんが侵入し、挑戦状まで。思ったより長く眠っていたせいで序列の順位が乱れてしまった。まったく呆れましたわ。ダイヤモンドは一体今まで何をなさっていましたの？名誉ばかりで果敢さと勇気が欠けたまま生きているせいで、今このような低俗な獣たちに竜族の領域への侵入を許しているのかしら。仕方がありませんわ。この銀の竜族ビビ様が竜族の権威とはどんなものかをしっかりと教えて差し上げましょう。確かこの近くだったはずですが、地中の地形が大きく変わったのでしょうか。私が眠ってる間にモグラさんたちが大暴れしたようですわね。何者だ？ん？新しく生まれた同族か？初めて見る顔だな。あなたの方こそ新しく生まれた同族ではなくて？何を言ってるんだ。俺が生まれてから貴様のような竜族は初めて見るが。こちらこそ生まれてこの方、あなたのような竜族とお会いするのは初めてなのですけれど。ダーヤ様のすぐ下、序列2位の俺を知らず古くからいる存在だというのか。ダイヤモンドのすぐ下ですって？はっまったく肩払いたいですわ。この銀の竜族、ビビ様の座をご自分のものだとおっしゃる竜族だなんて。なんて可愛らしいのでしょう。ですが、このくらいの気概でなければ、まともな挑戦者と呼べませんわ。お見かけしたところ、あなたは紅玉からお生まれになったようですわね。悪くない容姿ですわ。私がいない間にどんな同族が増えたのか気になってきましたよ。序列争奪戦で一度も見たことないやつに褒められるとは。貴様の度胸は気に入った。少し小柄で貧弱そうに見えるのを除けばな。望むならもっと強くなるよう指導してやってもいいぞ。黄金を屈服させた私を侮辱なさるおつもり？まあ可愛らしいこと。黄金？まさかゴールディのことか。ゴールディを服従させたのが何だって言うんだ。ゴールディなら序列を放棄してずいぶん前に地上へ出て行ったぞ。地上へ出た？生まれる前に変な夢を見ていたようだな。
新しく目覚めたのなら、ダーヤ様に挨拶し、竜の巣を割り当ててもらうんだな。黄金が地上に出たですって？それをダイヤモンドが許可した？ダーヤ様のところへ案内してやろう。ついてくるんだ。本当に悪質ですわね。地上へ出るのは私のアイデアでしたのに。私が提案した時は偉そうな態度をとって反対したくせに。ダイヤモンド、やはり裏があったのかしら。どうせ地上に出るのなら、どうして反目し合って戦ったのでしょう。計画だけを利用して私を捨てるなんて許せませんわ。おい、なぜ急にそんな表情を。地上への道はどこですの？この通路を進んで右だが、ダーヤ様の許可が必要だ。私は外に出ますわ。どいてくださいな。生まれてすぐにルールを破るつもりか？ダーヤ様のルールに従わないなら、力ずくで抑えるしかない。ダーヤと、何でもかんでもダイヤモンドに頼るだけの軟弱者なのですか？かかってこい。来ないなら俺から行く。私が目覚めていた頃の竜族は、何と申せばいいでしょう。もっと品があって自由だったのですが。一体何があなた方を軟弱に変えてしまったのでしょう。力への渇望が答えだと思い、序列の掟を作りましたが、あなたのような弱者が2位だなんて。生まれたばかりのうぬぼれた竜族を見るのは珍しくない。挑戦欲求は俺たちの本能のようなものだからな。これ以上痛い目に遭いたくなければ、おとなしくダーヤ様に謁見しろ。雰囲気作りの会話の最中に奇襲を仕掛けるなんて失礼な方ですわね。俺はチャンスを与えただけだぞ。まともな対決をされる方だと思いましたのに、どうやら私の勘違いだった。顔にくしゃみをかけるなんて何の真似だ。常に風邪のような症状があるからですわ。急に咳が。目が覚めたらダイヤモンドに伝えてくださいな。この銀の竜族ビビ様は地上で新たな序列を作ると、そしてその後で私に挑戦するチャンスを与えると。頭が。さて、ダイヤモンドに見つかる前に準備を急がないといけませんわね。モナティアムの EDC、 そこが私の新しい領域になるのです。気絶させる前にそれがどこにあるか聞くべきだったでしょうか。なんだかあちこち迷いそうな気がしますわね。いらっしゃいませ。モナティマートです。早速挨拶なさるなんて、ここに来てあなたのような礼儀正しいお方は初めてですわ。礼儀正しいあなたに一つお伺いしたいことがありますの。モナティアム EDC というのはどちらにありまして？その口調、この懐かしい感覚。そなたはまさか。なぜ無言で私をじっと睨むのですか？少し気分が悪くなりそうですわ。昨日
彼とレスバトルで優劣を争ったパクパクプリンセスだな。頭がおかしくなりそうなタイプミスばかりしていたから、てっきり頭の悪いやつかと思っていたが、このダークブレッド様の神出鬼没な IP アドレスを追跡できるほど高い知能を持っていたとは。パクパクプリンセス？一体何をおっしゃっていますの？私は銀の竜族ビビと申しますわ。今さら白を切っても無駄だ個人情報を暴いてまでオンラインバトルをオフラインバトルにエスカレートさせるとは。勇気は認めるが、このダークブレッド様を見くびってもらっては困る。この銀の竜族ビビに挑戦状を叩きつけるつもりですか？本来なら挑戦者を受け入れるにも順序があるのですが、私はダイヤモンドのように気難しい性格ではありません。受けて立ちますわ。地上には思ったより無礼な挑戦をされるお方が多いですわね。挑戦者が多いだと？ええ、外で力なく倒れている彼らがお見えになりませんの？席順が高くそびえ立った王国に入ってきてから、私を見つけるとすぐに挑んでくるのですよ。席順？無駄に難しい言葉を使っているな。設定を守るのもほどほどに。なんだこれは！おい、そなた一体何をした！こんなことしたら売り上げが落ちてオーナーに叱られるぞ！売り上げ？オーナー？決闘前にわけのわからない話をして注意をそらすおつもり？よくも。ダークネット上では全てが許されるが、現世を生きねばならないものの、現実の生活を妨害するのはタブー。パクパクプリンセス、そなたはこれよりダークネットから永久ブロックだ。無駄な話はよして、早くかかっていらっしゃいな。この銀の竜族、ビビ様が手加減してあげてもよくてよ。あはは。クレーマーは追い払っても構わないとオーナーに言われているんだ。賞味期限をチェックすると言って商品の陳列を変えるやつら、30分も見てるだけで他の客を邪魔するやつら、家庭ゴミを持ち込んで店のゴミ箱にこっそり捨てるやつらまで、みんなこのダークブレッド様の目からは逃れられないぞ。マダンの車種にとってはこんなゼロ距離射撃でも全く問題ない。なんだ、なぜ撃てない？メンテナンスを怠っていたせいでマダンの通り道が塞がってしまったのか？あなたも武器が錆びると無力になる外の敗北者と変わりませんの？まったくレベルが低い。うわ、汚いな。くしゃみするときは肘の内側で口を塞げ。ごめんあそばせ。いつも体調があまり良くなくて。風邪をひいているならせめてマスクをつけろ。基本的なマナーも知らないのか。風が移ったのか？早すぎるだろ。こんな時に客がいらっしゃいませ。モナティーマです。危険、感染の疑いのある者は隔離エリアに移動してください。感染？なんだそれ。これは何ですの？バイオレンジャー1号が発令中です。応じない場合、武力によって強制的に建物を焼却します。コンビニが燃えたら
ナーに叱られる。何をしてますの？どこに行かれるのですか？見ればわかるだろう。不可抗力により勝負はお預けだ。おとなしく他の感染の疑いのある方と一緒に速やかに移動してください。行けばいいんだろ。おい、あいつもくしゃみをしてるのになんで連れて行かないんだ。感染症状が確認できません。この目でちゃんと見たんだ。我が咳してるのもあいつのせいだぞ。うるさいです、感染者。病気に連座はありません。状況がよくわかりませんわね。竜族にとって挑戦の作法があるように、ここにもここの作法があるのでしょうか。ですが、作法ごときで勝負をお預けにするなんて。まったく、地上の種族は軟弱極まりませんわ。ダイヤモンドがどうして地上に出るのを恐れたのか、理解に苦しみますわね。ダイヤモンドは裏があるだけでなく、臆病者だったのでしょうか。そして私は、そのようなダイヤモンドに勝てなかったと。モナティアムの EDC にどれほどの凄腕がいらっしゃるか存じませんが、少なくとも私の期待に応えていただけるといいですわね。はい、どちら様ですか？ご予約は必要ありませんよ。緊急事態。バイオデンジャー1号発令。なんですって？もしもし、今何と言いましたか？ヒルデ医務官様、支援要請です。もしもし、それはどういう意味ですか？もしもし、エーリアスでバイオデンジャー1号が発令されたですって。そんなことありえるはずが。死のない世界、エイリアス。何をしても死なず、ひどい怪我をしても時間が経てば完治する世界。生命の軽さとともに医学の価値が地に落ちた世界。そんな世界でバイオデンジャー1号だなんて、どう考えても辻褄が合わないわ。突然通信が切れたところを見ると、やっぱりいたずら電話かしら。確認してみないと。はい、もしもし。市長？バイオハザードが発令されたって本当ですか？誰だ？最高権力者に電話したのなら、まずは自分から名乗るものだろう。番号を見る限り、エレナ大学病院の研修医ヒルデですね。ヒルデだと？はあ、なるほど、ついに謎が解けたぞ。え、それはどういうクラクラする。ヒルデ、これはどういうことだ？先週処方してくれた睡眠薬に何をした？いくら私が君を見下しているとはいえ、毒を処方するなんてあんまりだろエレナ市長？どうして咳をしているんですか？たとえ本当に毒を処方したとしても、この世界でそういうものは通用しないのでは？どうせおかしなウイルスでも開発したんだろう。私は医学分野の権威者じゃないし、原理なんてわからないがね。
エイリアスで医学分野に権威なんてありましたか？わかったなら暗殺なんか企んでないで、おとなしく大学病院の研修医でもやってるんだ。モナティアムのドクターの称号はこのエレナ、私だけのものだ。今はどちらがドクターの称号を持つかの争いをしている場合ではありません。本当に具合が悪いならどこが悪いのか教えてください。一体どうしてそうなったんですか？よくわからない。エイリアスに落ちてきてから健康管理なんて全くしなかったから。怪しいところが多すぎて、どのルートで感染したのかさっぱりなんだ。軽い運動や日光浴もされなかったんですか？どうせ何をしても死なないし、そんなの時間の無駄だろ。健康診断の時には運動するルーティンがあるとおっしゃっていたじゃないですか。キーボードを叩く指先の運動くらいはという意味だ。ヒルデ医務官、エレナ様は今も呼吸をされています。肺の運動をされていますよ健康診断の意味はあったのでしょうか。2年ごとに無料で受けられるのだから、受けなければ損だろ。とにかく毒を処方したのでないなら裏切ったわけじゃないのだろう。よし、今すぐにここに来るんだ。エイリアス漂着以来初の医療スペシャリストの出番だ。長くて暗いトンネルを抜けてついに医学にも一筋の光が差し込んだのかしら。診察バッグを持ってすぐに駆けつけます。まだ症状が軽めの鎮圧班の隊員たちが集まっているのかしら。市長、お待たせしました。権力も富もすべて無意味だね。すべて無駄だったんだ。このエレナ、やっとそれに気づいたよ。これが正義の裁きなのか。私が社会の正義になればすべて関係ないと思っていたのに。また始まった。いいからお薬を飲んでください。こうなると分かっていたらボタンの数に税金をかけるんじゃなかった。ヘレナ様は具合が悪くてまともな状態ではありません。成人になろうとしています。このままでは私のスーツのボタンをスナップに変えた理由がなくなってしまいます。スーツにスナップボタン？なんておかしな。このペースに巻き込まれないように診療しなきゃ。市長はいつから具合が悪かったのですか？今日の昼頃からです。モナティアムの郊外エリアに急ぎの支援要請任務があったので派遣されたのですが、それ以降症状がどんどん悪化しています。アメリアさんも一緒だったんですか？私の他にここにいる鎮圧班の皆さんも一緒でした。みんな同じタイミングで同じ症状が出たのかしら。それはどんな任務だったんですか？地下に住む一頭の竜族が道に迷って暴れた事件ですが、鎮圧して拘束したんですか？道を教えただけです。エレナデジタルコンプレックスへの道を尋ねてきたので地図を書いて差し上げました。どうして竜族が EDC に？それはわかりません。
外部の種族に無条件で協力をするのは今後の裏切り防止策です。だからって、理由を聞かないのは。実は聞く暇もなかったのです。地図を渡した後すぐにみんな咳と頭痛が起きましたから。竜族、もしかしたらその竜族が関係しているのかしら。だけど少しの間言葉を交わしただけでその場にいる全員が発症するなんて尋常じゃない感染速度だわ。しかも会話だけで症状が出たということは感染ルートは空気のはずだけど、なぜ私には症状が出ないの？その竜族の写真はありませんか？監視カメラに映像は残ってますよね。どうぞこちらに。ビビと名乗る変わった口調の竜族でした。ビビか。本当にこの竜族が事態の原因？それも調べればわかるか。わかりました。診療はこれで終わりにして、ここにいる皆さんの血液をサンプルとして採取させてください。エレナ様に注射器を向けないでください。でも分析してどんなウイルスか確認しないと。では私の血を2回採取してください。エレナ様のか弱くて神聖なお体に針が入るのは見ていられません。もう市長だけ治らなくても知りませんからね。それは医学研修医であるあなたの責任です。竜族のことは竜族が一番知ってるはずだし、ここで聞いてみよう。時間がかかったとしても慎重に調査しないといけない。軽率に近づいて変な病気にかかったらこの事態を解決できなくなる。分析装置、血液検査の結果は？分析を進めています。データベース照合 73% 完了。ウイルスマッチング結果 0% です。もう少々お待ちください。装置がここまで手こずっているところを見ると風邪のウイルスではないみたいだけど。あれは？ダーヤ様、危険です。後ろに何者かが。エルフが竜族の領域に何用ですか？また地面を掘り返しに来たのかしら。あなたたちが設置した地面を掘り返す装置は全て見つけて壊しましたわ。この前はよくも騙してくれたわね。けれど今回はそうはいかないわ。いいえ、騙すために来たわけじゃ。ダーヤ様、信じてはいけません。じっとしていなさい、ルード。無理はしないことよ。後ろにいる方も同じ症状ですね。同じ症状ですって。ルードの症状を見るのが初めてではないと。地上にあるエルフの町で同じ症状の患者が多くて調べに来たんです。なんてこと。ついに地上に出てしまったの。ビビのことですね。どうしてそれを？私たちの町で撮影した写真があります。どうぞ。ビビの肖像がね。構図が少々おかしいけど、やはりエルフの芸術は理解に苦しむわ。ここに来たのはこの竜族について聞くためです。彼女にはどんな能力があってこのような珍しい病気を広めているのですか？エルフたちに竜族の話をする筋合いはありません。同族は家族同然。
家族の個人的な秘密は共有できないわ。どうかお願いします。とても重要なことなんです。病気で苦しむ同族を治療したいの？まあ、私にとっては大きな意味のあることですから。もちろん倒れて苦しんでいるエルフたちを治療したいという気持ちもあります。ふむ。ビビが地上に出て混乱を招くのは私が望んでいたことではないわ。徐々に変化に適応できるよう時間をかけて眠りから目覚めさせたかったけれど、あなたたちが私の言葉を無視して地面を掘り返したせいでビビを起こしてしまったようね。無理やりビビを起こしたせいで話がややこしくなってしまったわ。病気というのは患者が気づかない間に発病するものです。大事なのはそれに気づいて治療に取り組むことです。どうかお願いします。この事態を解決するために力を貸してください。わかったわ。教えてあげましょう。ビビは銀の竜族よ。周囲を清潔に保つ能力があるけれど、それを逆に利用する能力もあるようなの。銀には抗菌効果がありますね。でもそれを逆に利用するとはどういうことかしら。変ね。詳しいことは私も知らないの。実際ビビにそのような能力があるからそう推測しただけで、私もビビと親しくしていた頃は常にくしゃみが絶えなかったもの。今かぶっているこの銀の王冠もビビがくれたものよ。ビビのことを思い出すたびに今もくしゃみがたくさん出るの。エイリアスでは銀がそのような効果を持つのかしら。異世界って本当に理解しがたいところね。銀の能力とは別に、その能力のおかげでビビはかなり強力な竜族だった。ルードとシルフィールが私のすぐ下にのし上がるまでは、私の次に強いのはビビだったの。黄金の竜族ゴールディがビビに敗北した後、序列を諦めて商人になるほどの強さだった。ゴールディはあの時、ビビに溶かされてしまった角を精錬して形を整える必要があったわ。もしかするとビビは私にも勝てたかもしれないけれど、どういうわけかビビは挑戦を迷っていたの。どうして迷ったんでしょうか。どうしてかしら。それは私にもわからないわ。私と関係が悪くなった竜族がいたという話を聞いてためらったのかもしれない。そんなある日、地上に竜族の領域を広めようという話で口論になってしまったの。当時の私は、竜族の法律は竜族の間でのみ適用すべきだと思っていたわ。今はかなり変わったけれど、あの時はそうだった。ビビは拗ねたのか、あれから長い眠りについて、今このような事態が起きたの。ただの個人的な問題かしら。特に役に立つ情報じゃないわね。教えていただいてありがとうございます。ピピ。サンプル分析完了。データベース照合 100% 完了しました。ウイルス照合結果 0% です。ウイルスじゃない？待って、竜族は金属から生まれる。もしかしたら重金属中毒？けれど今の異常な状況と銀の中毒症状は違いすぎる。そのティアラをお借りできませんでしょうか？
何を言ってるの？この私を妖精の女王の盗塁だとでも思っているのかしら？後ろにいる赤い竜族を直したくはないですか？何ですって？ビビからもらったその冠を分析すれば治療法が見つかるかもしれません。わかりました。それでルードが元気になるなら。分析装置？これを構成している成分を教えて。分析中。銀 71%、ガラス 21%、水銀 8% です。ガラスですって？ダイヤモンドの王冠だと言われたのよ。あれ、聞き間違いかしら。最後に水銀と。よく見ると冠に埋め込まれたダイヤモンド型のガラスの中に水銀が入っているわ。銀の竜族が作った冠にどうして水銀が？まったく肩払いたいですわね。EDC を制覇したこの銀の竜族ビビを阻止できる者はいらっしゃいませんの？アメリア、私の時代はもう終わったようだ。私の後を継いでエルフ帝国を率いてくれ。エレナ様、私も何かを引き継げる立場にはありません。こうして横になって永遠に苦しみを共にしましょう。今からでも教師様に助けを求めるのはお静かに。エレナ様のおそばで苦しめるだけでも光栄だと思いなさい。エリアスに疫病が蔓延するなんて。ただの風邪が一番重い病気であるこの世界でこんな得体の知れないウイルスに負けるの？このままだとモナティアムが滅亡させられてしまう。もしあの疫病の竜族が私が密かに開発していた気体散布装置を手に入れたら、この世界は終末を迎えることになる。エレナ様、生物化学戦を準備されていらしたのですか？とても非人道的で効率的な方法です。ただの肥料散布機だ。砂糖の栽培を急がないと妖精たちに文句を言われるだろう。本当に世の中はわからないものだ。こうなると分かっていたら医療保険制度を作っておくべきだった。エレナ様、50の星の加護を受けた人間の王国をお忘れですか？医療保険がないからこそあのような兄弟国になれるのです。ああ、それが基本条件の一つだったね。地上の皆様、あなたがここのリーダーかしら？リーダーだって、私は市長だ。私に敗北した EDC の工場長というお方が、モナティアムの最高序列はあなただとおっしゃいましたの。さっさと負けを認めて、この私にその座を譲りなさいな。エルフを支配するのはエルフでなければならない。確
種族の支配を受けた屈辱を繰り返すわけにはいかないんだ。エレナ様とても感動的なセリフです。仕方がないですわね。敗北をお認めにならないのなら、認めるまで苦しみを味わわせてあげますわ。やめてください。ヒルデ、今までどこに行ってたんだ。てっきり私たちを見捨てたのかと思いました。あら、この赤順の王国でまだこの私に挑むお方が残っていましたの？好きなだけ挑みなさい。この銀の竜族ビビが相手になりますわ。勘違いなのかわざと騙しているのかは分かりませんが、あなたは銀の竜族ではないでしょう。なんですって？私はあなたの秘密を知っています。演技はやめてください。水銀の竜族。何をおっしゃいますの？このビビは銀の竜族ですよわ。急にどうしたんだ。どういうわけかわかりませんが、相手は困惑しているようです。続けてください。竜族たちからいろいろ教えてもらって推理してみました。あなたと戦った者たちはみんな衰弱し、頭痛と気管支炎で苦労をしたそうですね。そこで現在倒れている患者を分析してみると、全員体内から水銀が検出されました。通常なら致命的な結果となるでしょう。だけどエイリアスの異様な仕組みのおかげでインフルエンザと似た症状で済んでいるのです。そして決定的な証拠として、過去黄金の竜族と決闘した時、あなたが黄金の角を溶かしたと聞いて確信しました。水銀なら十分に可能です。違いますか？誤解ですわ。ビビは銀から生まれましたもの。あなたの言葉が真実なら、私のメスを手に取ってみてくれますか？本当に銀の竜族なら、銀で作られたメスを握っても平気なはずですよね。できませんよね。水銀は銀も溶かしてしまいますから。いいえ、私は銀の竜族に間違いありませんわ。まさかそのようなダガーも持てないとお思いで？やっぱり予想通りですね。メスが溶け始めました。すぐに取り下げなさい。あなた一体何者ですの？さてはダイヤモンドが送り込んだのでしょう。いえ、そんなはずは。ダイヤモンドは私の正体を知りませんもの。どうして銀の竜族だと名乗って正体を隠そうとするのか分かりませんが、あなたにとっては非常に重要な秘密ですよね。その秘密守ってあげられると思いますよ。ただし条件があります。ダイヤモンドが地上に出るのをためらったのも少し理解できますわ。そんな甘い相手ばかりではないようです。よろしくてよ。少しは頭が切れるお方ですわね。望みを言いなさい。条件は何ですの？まずはモナティアムに広がっているあなたの能力を収めて竜族の領域に戻ってください。それから今後私と定期的に会っていただきます。一緒にやりたいことがあるんです。ここで言うのもなんですし。
お戻りになってからこの手紙を読んで決めてください。手紙？何を企んでらっしゃるのか存じませんが、まあいいでしょう。大した邪魔にならなければ趣味を持つのも悪くありませんもの。お互い様です。竜族が逃げていくぞ。やったか、ヒルデのやつ。万年研修医のくせにやるときはやるじゃないか。不快な咳が止まりましたよ、エレナ様。エレナ様の体に正気が戻ってきています。ビビ、戻ってきたのね。お久しぶりですわ、ダイヤモンド。エルフたちとの件はうまく解決できたかしら？あの者たちはエルフと言いますの。ふむふむ。私も一緒に行こうとしたけれど、あの勇ましいエルフが自分の力だけで解決したいと意地を張ったの。そうだと思いましたわ。私の知るダイヤモンドなら、気概と自信を重視しますから。過去、ダイヤモンドが私を拾ってくれたのも、私の気概を見てでしたものね。ええ、そうだったわね。とりあえず、私が起こしたことについて謝りますわ。私が地上に出た理由は、怒りがこみ上げてきたから。そうでしょ？長い眠りから目を覚ましたら、あなたの序列が変わっていたんだもの。ごめんなさい。若い者たちが序列を上げているとき、あなたはずっと眠っていたの。熟睡しているあなたを邪魔したくなくて、起こそうともしなかったわ。あなたを名誉序列に変更した後、新しい竜族たちの序列を受け入れる必要があった。もし望むなら、今からでも本来の序列に戻してもいいのよ。いいえ、理解できますわ。序列は私にとってあまり意味がありませんもの。あなたはもともと強かったから、そうかもしれないわね。あなたが勝てなかった勝負はないくらいにね。おそらく過去に体調を崩して一度だけ挑戦を断ったことを除けば。もしや鋼鉄に挑まれた時のことをおっしゃってますの？そうでしたね。あのつまらないお方はまだ最下位の序列にとどまっているのでしょうか。努力は評価するけど、平凡な竜族のせいか、結果はいつも芳しくないわね。そうですか。私はそれでいいですわ。私はもう序列から外れましたもの。二度とお手合わせすることはありませんから。鋼鉄の立場も少々お気の毒になりますわね。ほほ。とにかく、この銀の竜族ビビは、名誉序列を受け入れて、以前のように、ダイヤモンドと仲良くしたいですわ。私も同じ意見よ。あなたはいつも無条件に私のことを理解してくれるわね、ビビ。あなたに真剣な助言をもらった頃を思い出すわ。これからも昔のように仲良くしましょう。ダイヤモンド、私が眠っている間に何があったのか教えていただけますか？ええ、そうね。とてもたくさんのことがあったわ。まずは、世界樹教団について話した方がいいでしょう。世界樹教団ですか？ええ。それにその教団を率いる教主についても、必ず知っておく必要があるわね。教主の登場と同時に、地上と地下では新しい秩序が立てられたわ。私たち竜族は、エイリアスの一部として、その秩序を受け入れることにしたの。興味深いですわね。
あなたが望んでいた地上進出は武力なしでも可能なものだった。新しい知識を身につけたら、地上への往来を許可してあげるわ。ありがとうございます。私の望みは叶いました。もう何も望むことはありませんわ。私たちの求めるものは同じかもしれません。あなたのやり方は乱暴かもしれませんが、学ぶところがあると思います。あなたの能力を研究し、私が治療できる病気をエイリアスに作り出せば、みんなの健康についての危機感を高めることができるでしょう。私は自分が必要とされる世界を作りたいのです。ヒルデ。ヒルデ。面白いことを考えるエルフですわね。何度か会ってみる価値はありそうですわ。まずは協力しながら、チャンスを伺えるかもしれません。それはそうと、ダイヤモンド。理解に苦しみますわ。竜族を率いておきながら、妖精の教団の秩序を受け入れたなんて。教主はそんなに強いお方なのでしょうか。それとも、ダイヤモンドが弱いから？いつかその教主というお方を訪ね、見極めてみる必要がありますわね。私が序列の変化のようなものに起こっているとお思いだなんて、ダイヤモンドも昔と変わらず単純なのですね。いつまでも変わらないダイヤモンドそのもの。少しもどかしいくらいですわ。ダイヤモンドは私の意見に反対し、無視したことを全て忘れたのでしょうか。昔から几帳面で細かい性格でしたが、相変わらず遠くを見据えるのは苦手のようですね。私が地上に出たかったのは、このようなつまらない交流なんかのためではありませんのに。思っていたよりも、計画が大きく狂いましたわ。まあ、だからといって諦める私ではありません。少し回り道をするだけで、私の目的はいつか果たされます。水銀を飲んで竜族の道を選んだのもそのためなのですよ。私を見捨てた者に対する執念はそんなに甘くありませんことよ。そうでしょう、お母様。おほほ。